みんなこんにちは。四国めたんよ。ずんだもんなのだ。今日もよろしくなのだ。今日のテーマはジェミニオムニ 1.1 フラッシュのプロンプティングガイドよ。動画生成モデルなのだ。ちょうど気になってたのだ。公式ドキュメントを隅から隅まで読み込んだから実践で使える形にまとめたわ。モデル ID はジェミニオムニ 1.1 フラッシュ。公式には高速などが生成、編集、シネマ的制御のための高性能マルチモーダルモデルと書かれているわ。マルチモーダルって何がすごいのだ？テキスト、画像、音声、動画を同時にネイティブ処理できるの。しかもインタラクションズ API を使えば自然言語の会話で動画を反復的に編集できるのよ。作りっぱなしじゃなくて対話で直せるのだ。それは便利なのだ。さらに物理法則の理解に文化的、科学的な文脈も組み合わせているわ。1.1 ってことは前のバージョンから何か変わったのだ。大きく5つ。まず子音拡張、参照できる文脈が1秒から10秒に伸びたわ。10秒刻みで合計40秒まで動画を伸ばせるの。40秒あれば短編くらい作れるのだ。2つ目は最初と最後のフレーム指定、キーフレームを決めて間を生成させられるわ。複雑なカメラワークやシームレスな転換に向いているの。3つ目 360p のドラフトモード 720p より最大 60% 早く、コストは約3分の1よ。試作は 360p 本番だけ高解像度にすれば財布に優しいのだ。その通り。4つ目は 4K アップスケール。5つ目は動画リファレンス。最大3秒の動画を入力してキャラクターの見た目の一貫性を保てるわ。気になるお値段はどうなのだ？公式ブログの料金表を見てみましょう。1秒あたりのドル建てよ。720p が1秒 0.10 ドル、1080p が 0.15 ドル、4K は 0.30 ドル。4K は10秒で3ドルなのだ。結構するのだ。そして 360p は1秒 0.03 ドル、720p の3分の1以下よ。だから試作は 360p なのだ。納得なのだ。ちなみに 360p を出せるのはオムニ 1.1 フラッシュだけ。全世代のオムニフラッシュは 720p のみよ。生成の入り口は大きく5つあるわ。テキストとビデオはテキストから音声付きの動画を作るモード。公式はシーン説明、カメラの動き、照明、雰囲気まで書くことを推奨しているわ。画像から動かすのはどうやるのだ？イメージとビデオね。ここで大事なのは動きを具体的に書くこと。動かしてみたいな曖昧な指示は公式にはっきりダメ出しされているわ。それよくやってしまうやつなのだ。フレームインターポレーションは開始画像と終了画像を渡してその間を保管させる方法。サブジェクトリファレンシスは複数の参照画像から被写体を持ち込む方法。猫の画像と毛糸玉の画像を渡せば猫が毛糸玉にじゃれる動画が作れるわ。かわいいのだ。最後がビデオエクステンション。既存の動画に3秒から10秒の続きを足せるわ。自分が生成した動画ならプリビアスインタラクション ID アップロードした動画ならファイルズ API を使うの。次は出力の形を決めるレスポンスフォーマット。アスペクトレシオは9対16か16対9。規定は横型の16対9よ。ショート動画を作るなら9対16なのだ。レゾリューションは 360p、720p、1080p、4K の4段階。規定は 720p ね。1080p や 4K はアップスケールで実現されている点は覚えておいて。そしてデリバリー4メガバイトを超える動画は URI を使いなさい。ベース64のままだとペイロード制限に引っかかるのだな。
ジェネレーションコンフィグの中のビデオコンフィグにはタスクというパラメータがあるわ。テキストとビデオイメージとビデオリファレンスとビデオエディットエクステンドの5つを指定できるの。じゃあ毎回タスクを指定すれば確実なのだ。それが違うのよ。公式はまずプロンプトに頼れと明言しているわ。タスクを使うのはプロンプトでうまくいかない時だけここテストに出るわよ。了解なのだ。プロンプトファーストなのだ。ここからが本題。プロンプトのベストプラクティスよ。待ってたのだ。まず一つ目、放っておくとモデルは勝手にカットを割ってくるの。せっかくの一続きのシーンが途中で別の絵に飛んじゃうのだ。そこでインアシングルアンブロークンシーンインアシングルコンティニュアスショットのシーンかつこの一言を足すだけで途切れない一つのショットになるわ。余計なものが映り込むときはどうすればいいのだ。オムにはネガティブプロンプトに対応していないの。じゃあどうやって消すのだ。普通の文章で否定すればいいのよ。のダイアログのエンベリッシュメンツのエクストラサウンドエフェクツ。シンプルなのだ。普通に書けばいいのだ。3つ目は編集プロンプト。ここは短く具体的にが鉄則よ。公式は盛り込みすぎた悪い例をわざわざ載せているわ。ソファに座る男性の動画で右側から走ってくる小さな黒猫を追加して長いのだ。これを猫が膝に飛び乗って彼が撫で始めるだけに削るの。そして最後にキープエブリシングエルスザセイム他はそのままという一言ね。これで触って欲しくないところを守れるのだな。オムには音声も一緒に生成するから音も言葉で設計するの。穏やかな BGM を入れてハイエナジーなテクノビートでといった具合で音の質感まで指定できるのだ。背景で安っぽいラジオ放送が小さく流れているなんて指定も通るわ。音を書かないとどうなるのだ。モデルが良かれと思って勝手につけるはいらないならのエクストラサウンドエフェクツね。5つ目は時間の制御。これが個人的に一番使えると思っているわ。3行後に女性が登場するのように自然言語で書けるの。タイムコードみたいな書き方もできるのだ。角括弧で0から3秒3から6秒と区切って書けるわ。2秒ごとに新しいフレームへカットなんて指定も通るのよ。プロンプトが台本になるのだ。これは楽しいのだ。6つ目はメタプロンプト。中身ではなく品質の原則そのものを指示する手法よ。どういうことなのだ。微細なディテール表情タイミングを考慮して豊かで自然なシーンにしてと書くの。キャラクターと環境の描写は極めて詳細に背景要素にも十分なディテールをね。モデルに良い仕事の仕方を教えるのだな。そう細かい指示を並べるより原則を渡した方が引く場面があるのよ。7つ目、オムには動画の中に読める文字を描けるわ。動画生成モデルは文字が苦手なイメージだったのだ。公式の例では単語を一つずつ1秒間隔で画面に出すなんて指定をしているの。看板に指定の文言を書かせることもできるわ。タイポグラフ動画がこれだけで作れちゃうのだ。複数の画像を渡すときどれをどう使うかを名指しできるのがメディア参照タグよ。ファーストフレームは開始フレーム、ラストフレームは終了フレーム、ラストフレームだけの指定はできないから注意してファーストフレームとセットよ。イメージレフは番号がつくのだ。0から裁判するは女性イメージレフ
0がイメージ、レフ、1を持っているのように書くの。文章の中に画像を埋め込む感覚なのだ。参照が増えて複雑になったら冒頭でソースとリファレンスを宣言する書き方があるわ。角括弧シャープでソーシズあるいはリファレンシズと書いてタグと画像を引きもつけるの。その後にこの画像を開始フレームとして使えと続けるわ。動画参照なら編集のソースとしては使うなと釘を刺しておくのが大事ね。参照と素材を取り違えられないようにするのだな。そしてオムニの目玉ステートフルな動画編集プリビアスインタラクション ID を渡すと動画を再アップロードせずに履歴を引き継げるの。毎回アップし直さなくていいのだ。通信料が助かるのだ。しかもモデルは文脈を覚えていて指示していない部分は保持してくれるわ。ただしアップロードした動画の編集は一部地域で使えないから確認してね。拡張する時のプロンプトはどう書けばいいのだ。拍子抜けするくらい短くていいの。エクステンド、ディス、ビデオ、ザ、シーン、コンティニューズ十分。本当にそれだけなのだ。元動画の最後重量を文脈として使うから映像も動きもキャラも音もつながるのよ。注意点は末尾にしか出せないこと。戦闘や途中への挿入はできないわ。ここは事故防止のパート鍛えようと制限をまとめるわ。まずシステム命令テンパラチャーストップ P ストップシーケンスネガティブプロンプトは全部非対応。温度も効かないのだ。完全にプロンプト勝負なのだ。 YouTube の動画をソースにすることもできないし音声リファレンスのアップロードも不可要。編集や拡張の入力動画は10秒まで。動画リファレンスは最大3本各3秒まで。それとアップロードした動画に新しいセリフを追加することはできないわ。アフレコ用途には使えないのだがメモしておくのだ。地域制限もあるわ。未成年が映る画像の扱いやアップロード動画の編集は EEA、スイス、イギリスで利用不可よ。実務で聞く高速化のコツも載っているわ。バックグラウンド、ストア、ストリームを全部フルスにすると同期呼び出しで最速になるの。待ち時間が減るのは嬉しいのだ。ただしストアをフルスにするとプリビアスインタラクション ID での再編集ができなくなるわ。速さと編集可能性はトレードオフなのだな。そう使い捨ての施策はフルス、育てる動画はフルと使い分けるといいわ。そして大きい動画はデリバリーを URI に 360p ドラフトと組み合わせれば反復が一気に軽くなるわ。それから生成された動画には全てSynthIDのウォーターマークが入っているわ。見た目の変わってしまうのだ。視聴者には見えないの。でもプログラムからは検出できて来歴の検証に使えるのよ。 AI 生成かどうか後から確かめられるのだな。実際に使った人たちの反応も気になるのだ。ハッカーニュースでは魚や動物の映像は実写と見分けがつかなかったという声があったわ。そこまで来ているのだ。一方で人物はまだ不気味な他に目がロボットっぽく正気がないという指摘もあるわ。既存の音声に動画をシンクさせられないという実務的な不満も出ていたわ。ミュージックビデオを作りたい人には厳しいのだ。でもフィグマ Weave の担当者は動画を生成する段階から本当に演出する段階へ進ませると評価しているわ。それじゃ今日のまとめよ。一つ、タスクより先にプロンプト困った時だけタスクを使う。二つ、カットを割らせない呪文を入れる。
いらないものは普通の文で否定する。3つ、編集は短く具体的に。最後に他はそのままを添える。4つ、音と時間は言葉で設計する。5つ、参照が多い時はタグで名指しして冒頭で宣言する。6つ、360t ドラフトと URI 配信で反復を軽く回す。完璧なのだ。早速試してみるのだ。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願い。最後に一つお知らせなのだ。ロケットナウのパートナー登録で招待コード MRNMWDEG を入れると1000円もらえるわ。概要欄のリンクからどうぞなのだ。それじゃまた次の動画で会いましょう。またなのだ。